初動が速くなったんだよね。今日も自宅のラジコンコースの方に出てきてます。で、車自体はここに持ってきてるものなんですけど、これ X-Ray の XB2 ですね。で、この車の走行というよりは、今回はこれ ESC、アンプの方の、ターボとブースト、数値を変えたらどれくらい変わるのかということで、いろいろと走行比較などしてみたいと思います。なので、今回はこれホビーウィングのプログラムボックスも使って、ブースト、ノンブーストとブーストをかけた時とどれくらい差があるのか、ターボも同様にですね、数値の変化でどれくらい変わるのか試してみたいと思います。ブーストが0ですね。ここのまずこのブーストは16までのブーストがかけれるんで、このブーストをまず0でやって、真ん中あたりかな、7ぐらい、5とか10とかで走行させてみようと思います。はい、じゃあこれがね 17.5 ターンのノンブースト。540よりちょっと早いかなって感じかな。コーナーリングは特に悪くもなく、むしろ操作しやすいぐらいのスピード感かな。ブーストをちょっと上げてみます。とりあえずブーストを5にしてみます。ブーストが5になって、とりあえずブースト5にしたんで、これで走らせてみます。まず外、危ない。わかんない速くなったのか、心なしか速くなった。あんまり変わらない気がするけど、多少は速くなったのかな。多少速くなった気がしないでもないけど、5だとあんまり分かんなかったんで、10、これでブーストがこれで10。
なんとなくやっぱ加速感が上がった気がする。最高速は相変わらず全然伸びないけど、はい、これがブーストが10から最大16。ああ、やっぱ初速か。なんかあっち走ってると一個もわかんないんだよな。インフィールドになったらわかるけど、アクセルを入れた瞬間の初動は速いけどって感じだな。じゃあ今度はね、ターボのタイミングをよし10でちょっと試してみよう。じゃあこれが、ノンブーストのターボ数値ターボで10だね。ここら辺は初速、ここら辺は変わりはないでしょう。ブーストは0なので速くなったか。これアンプが悪いのかな。全然変わんない気がするな。アンプが悪いのか。変わってるのかな。とりあえずブーストは0。この辺は変えて、ターボのタイミングを速くして、とりあえずターボの10から20、ターボ最大にしてみよう。これがターボの20。わあ、いや速くなってるか。あ、20は速いな。ちょっと速くなった。けどまあこんなもんなの。あ、速い。あ、これぐらいか。
速くなったね。劇的な、もっと劇的に変化するかなと思ったけど。最後はブースト最大16にして、さらにタイミングも20に変えたまま、あとはそのままデフォルトで最後走ってみようと思います。はい、最後はターボとブーストをどちらも最大値にして走ってみます。早い早い早いよ。初速が上がった気がするな。初速が上がったかな。はい、結構ちょっと雨が降り出したんで、ターボとブーストそれぞれ最大値のテストはできたんで、本日はこれで終了とします。感想としてはですね、ブーストは0から少しずつ上げていってたんで、あまり明らかに違ったいう実感はなかったんですけど、初動っていうのかな、加速感っていうのは感じることはできました。で、あとターボの方もですね、明らかに変わりはしたんですけど、普段13.5 とか 10.5 でもっと速いスピードで走らせてるので、そこまではスピードは上がってなかったかなという気がします。で、最後にね、ブーストと、ターボ、どちらも最大値にしたときは、感覚的にはね、13.5、10.5 ぐらいの間ぐらいのスピードが直線でも出たんで、あれくらいのスピードであればですね、結構面白い、速度域で遊べるんじゃないかなと思いました。それではですね、雨も降ってきたことですし、本日の動画は以上となります。
また今後もこういったいろんなラジコンの動画撮っていこうと思いますので、よければいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。